よよよよっぴー TV 始まるよ。どうもよっぴー TV のひろです。みほちんです。今日ははい北海道の東側、東側、この道東と呼ばれる部分、ここのの自分たちが行った場所で良かった場所を紹介したいと思います。はい、もう北海道も広いじゃん。広いね。広いからとても全部は紹介できないんだけど、自分たちの行った場所で良かった場所、まあ行った場所はほとんど良かったんだけどねそこを紹介したいと思います。でまず美幌峠。美幌峠ね。ここはその美幌町っていうところにあって、で阿寒国立公園っていうところにあるのかな確か。でここの景色がすごいの。すごかったね。そう峠だからちょっと上の方からちょっとなんかこう周りを見渡す感じなんだけど、もうちょうど晴れてたじゃん。晴れてた。だからこうバーってこう自然がねすごいね、なんだろう開放感ね、すごかったね。くしゃみですでね、この美幌峠の前に広がってるこの湖がクッシャロ湖っていう湖で、クッシャラ湖、クッシャロ湖かな、クッシャラ湖ね。クッシャロ、クッシャロ湖ね。全然分かってなかった分かってふりして間違えてきやがってロね、ロ。そうそう、でここは日本最大のカルデラ湖なんだって。カルデラ湖って？カルデラ湖っていうのはこう日本は多いんだけど、こう山があるじゃん、火山が。で噴火するじゃん。そしたらこの山の上の部分が勢いでバンって飛んじゃってこうへこむの。そこのへこんだところに雨水とかが溜まってできた湖のこと。なるほど。じゃあこのへこんでてこうなってるここに私たちはいたってこと？違う？いたっていうか、それをこう峠から見下ろしてたっていうこと。じゃあ私たちはどこにいたの？相当高いところだねだって山がこうなってて、それより上ってこと？あ、でもそのなんていうの、ここにいるじゃん、これ山がこうあって上が飛んでここにいたのかもしれないまあでも上が飛んじゃったからこそできた湖なの。はい、わかりました。どっちが本当は高かったかはわからないわからないけど、でも日本最大ってすごいでしょ。すごいすごい。でやっぱでかかったの湖が。そうでここにはその俺はね世代じゃないから知らないけど、その美空ひばりさん、美幌となんか美空がなんかすごい自分の中でこんがらがっちゃったんだけど美空ひばりさんの「美幌峠」っていう歌のモチーフっていうか、そういう歌があるんだって。でそれが流れてたりするみたい。なんかねあったよね、こういう看板っていうかさ。そうあったあったあった。だからやっぱそういう歌があるんだって。それぐらいなんかこうテーマになってる。そこに来たってことなのかな。どうなんだろうね。これよく見ると作詞作曲は美空ひばりさんじゃないから、その作詞とか作曲する人が来て、まあでも基本は作詞だな。作詞する人がそこに行って歌詞にしたやつをそれっぽい曲に乗せて行ったことのない美空ひばりさんが歌ってたのかもしれない。ああ、なるほどね。でもそこに行ってこれは美空さんに歌わせようって思うぐらい美空さんを連想する景色だったのかな。そうなのかな。まあたまたまストックがその曲だったのか分かんないけどそういう商売チックなところは分かんないけどでもそういう歌にするぐらいの場所っていうことね。でやっぱり北海道って広いからどうしても一個一箇所がある程度もう 2,30 分離れるのね。でやっぱ移動ってなるとやっぱレンタカー借りるのがいいと思う俺は。北海道の移動はレンタカーを借りて車で移動するって。でその長いドライブの間もなんていうの楽しむことがその北海道を楽しむコツだと思ってて、やっぱ移動してるとさお腹もすくじゃん。そうだね。でも北海道はね安心してください安心して。北海道にはあるから食べるところがこういうラーメンとかね、たくさん食べました。そうラーメンも美味しかったし、見てこのいくら丼これいくら丼すごい量でしょ。すごいよね。こういうのとかいっぱいあるから、だからもう食を楽しんで移動していけばいいと思う。でこれ言っとくんだけど、こうドライブしてるとこう野生の動物も当然通り過ぎるじゃん。そうだね、普通にすれ違うみたいなね。そうでこうキツネとかが可愛らしく見てるの。これすごい可愛いでしょ。なんか餌をあげたくなるよね。これあげちゃダメなの。ダメなのか。そうこれなんでダメかっていうと、その野生の動物に餌をあげると野生の動物がこういう車とか人間に近づけば餌をくれるんだなって思っちゃうのね。なるほどね。そうお腹空いてる時に。でそうするとゆくゆく人を襲うようになってくんだって。そうなんだ、お腹空いてね。で人を襲うようになったらどうするかっていうと、もうこれはね人の手によって
殺されてしまうんです。そうしなきゃいけなくなっちゃうの、うんだから本当にその野生の動物のことを思うんだったら餌はあげちゃダメなの。本当にそうこれがまあ北海道をドライブするルールかな。大事なルールだそれは。そう一時期日光でも猿が人を襲うみたいなニュースがあったんだけど、俺がちっちゃい頃、それも多分餌あげちゃってたんだよね。通る人に可愛いじゃん。そうだね、あげたくなるもんね、そんなね。そう、では続いて行ったのが摩周湖。摩周湖、ここもね景色すごいんだよね。ねですごい綺麗。綺麗だった。摩周湖は綺麗で、どれぐらい綺麗かっていうと、湖自体が透明度、湖の透明度が日本一。ここも日本一なんだ。そう、摩周湖もカルデラ湖なのね。さっき言ったカルデラ湖なんだけど、日本一の透明度があって、世界でも2位の透明度なんだって。すごいね。すごいよね。で1位がロシアにあるバイカル湖っていう湖なんだって。ただ一時期はそのロシアのバイカル湖を抜いて1位の時もあったんだって、透明度。でも2位に下がっちゃったの？そういうことだね。だからどうやって透明度って決まってんだろうね。そうだよね。世界中にある湖を果たして本当に見たのか分かんないし、人が検査したところがたまたまねそこだったのか分かんないけど、一応世界2位みたいな。おお、すごい。すごいよね。でその摩周湖もこれもね世代じゃないから分かんないんだけど、60年代に歌謡曲で霧の摩周湖っていうのが流行って、そういう歌にもなってる場所なんです、そこも。でその霧の摩周湖っていうぐらいだから、もう霧がすごいできるの。年間100日ぐらいは霧がかかってるんだって。すごいね。そうでも自分たちの時は超晴れてたの。ね、それ奇跡ってことでしょ？いや100日だから霧がかかってる方が少ないは少ないんだけどまあね、そうですね。そうでもそのどっちも綺麗。霧がかかってたらもうその歌っぽい幻想的な景色が多分見れたし、晴れてたら晴れてたですごいクリアな透明感のあるその摩周湖が見れたっていう。私たちも透明のすごかったね。もう摩周ブルーっていう言葉があるぐらいもう真っ青な湖だったじゃん。あれもなんかやっぱ日本ってすごいなって思うところなの。いろんなとこ行って思うけど、日本も十分すごいぞっていう。日本すごいよ、本当に景色綺麗ね。でこの摩周湖から車で大体 2,30 分の場所に行くと、こううっすらねこうプシューって煙が山から出てるところなの。ここが硫黄山。硫黄山。そうやっぱね硫黄山だけあって、まあ硫黄が取れる山だから硫黄山なんだけど、やっぱちょっと臭かったね。臭かったね。煙が出てるところはもうね、ゆで卵みたいな。そうでこの硫黄山っていうのは、硫黄っていうのがね、マッチとか火薬の原料になるんだって。そうなんだ。そうだから一時期一時期っていうか昔ねは結構そういう採掘の場所で賑わったみたいな。そうなんだ。で鉄道とかも通したんだけど、で大量に運んでたらあっという間に枯渇しちゃったんだって、資源が。硫黄がね取れなくなっちゃったっていうか足りなくなっちゃって、でもう閉鎖したらしいんだけど、そういうなんだろう、ちょっと歴史を感じる場所、そういう歴史を感じる場所で、この硫黄山を見てて思ったの、どうしてもやりたいことがあって。何？これかめはめはドーンみたいな景色に見えない？これわかるかな？これドラゴンボールなんだけど、もうこういうなんかドラゴンボールでカメハメハやった後の景色に見えたの。もう急にやりだして。そうそれだけがやりたかったので、ここでまあ温泉卵も食べたけどね。まあなんか定番じゃん、なんか温泉地とかさ、そういう硫黄が出るところって言ったら温泉卵みたいな。これも美味しかったよね。美味しくはないか、温泉卵。そして次に行ったのが阿寒湖。湖ばっかだよね。湖ばっかなんだけど、まあ要するに北海道は火山が多かったんだね。で噴火してそういうカルデラ湖が湖がいっぱいできたんだと思う。でも全部綺麗なんだけど、すごいこう湖がいっぱいありますと。でこの阿寒湖はマリモが有名なの。マリモね。そうでここに阿寒湖に来て、僕たちはこの遊覧船に乗って揺られながら虫類島ってところに行ったの。虫類島。そうでこの虫類島にはマリモ博物館みたいな、ちょっとごめん名前違うかもしれないけど、マリモ博物館みたいなところがあって、いろんなマリモの説明とかいろんなマリモが見えてたじゃん。こんなそう2、30センチあるようなマリモとか、これ本当にそれぐらいでかいの。ね、びっくりしたよね。いろんなマリモがあって、でねこれ皆さんに紹介したい。僕はこの阿寒湖のマリモを見て、僕たちもこのマリモをじゃじゃーん、これね湖から取っちゃダメなんだよ。それは NG なんだけど、養殖っていうかなんかそういう売ってるマリモがあるの。でそれを買ってきたやつがいまだにこう
ちょっとずつ大きくなってんだよね。なってるよね。そうこれなってる。最初はねこんなちっちゃい瓶に入ってたの。そう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 でそ一番大きいマリモで、う。うん。今の2番目かそこらの大きさしかなかったんだよね、これが我が家のマリモなのでこの2番目ぐらいに大きいマリモあんじゃん、うん。最初ねこれが一番大きいかなぐらいの大きさだったの。全部ちっちゃくて、あそうだったっけそう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 、うん。もうねこんなに大きくなったんですよ愛着がね。そうなんかすごい家族みたい。そう家族だねこれもう、ね。もうずっと一緒にいるからね、うん。でこのマリモはね、もう俺好きなんだけど、うんこうなんていうのたまにこう水をさ取り替えてさ、うん日光に当てたりするとさ、うんうんうんもう光合成してるみたいでさ、うんこう浮くんだよねなんかなんか浮いてくてそう気泡ができてそうこう軽いやつは浮くのポンってそれが嬉しくてそうそう浮かせたくてよく洗うんだけどそうなんかヒロが洗って太陽に当てると浮いてくるの、そうなんかそうそうそうさすごいそういう力持ってるんじゃない？そうそうでそのマリモってさ、もうゆっくりだけどさ、うん確実に大きくなっていくじゃん、うんなんかその感じが俺すごい好きなの。なんかちっちゃくなったりしないじゃん、うんうんで、そうだね冬だからって借りたりするわけでもないじゃん、うんうんなんかこう花とかと違ってさ、うんそういう変化がないけど、うん少しずつ確実にだけどゆっくりだけどうん大きくなっていくじゃん、うんその感じがすごい好きなの。あそうなんだ。そう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 、んこれを紹介したかったのそうそうよかったね紹介できて。よかったやっと紹介できたでこう映しておくことによって、うん後から自分たちで見返した時に、うんあさらに大きくなってるねマリモって確認できるじゃん。あ確かに。そうそうそううんどこまで大きくなるかどうか。そう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 、うんこれがねそして最後にはい道東の旅をやっててはい。一番おすすめしたい場所が、うん知床5湖。知床5個。ここは本当にすごかったんだから、うんうんうん世界自然遺産みたい、うんうんうん。でなんかまあ言葉だけじゃ分かんないから、うん実際行ってみたんだけど、うんあそこはもうねなんかね世界で認定した方がいいような場所本当に認定してほしいぐらい本当に。そうだねでそうだね。その自然を取っといてほしい、うん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 。でこの知床5湖は、うん本当にヒグマが生活して住んでる場所なのね、うんうんうん。でそういう原生林とかもあって、うん要するに本当に自然のままなの。うんだから危ないよねヒグマとかいるから、そうだね。から、うんそこを通る前に一回講習を受けなきゃいけないの、うん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 。そのクマが出た時の対処法とか、うん出ないためにみたいな、うん講習を必ず受けなきゃいけなくて、で、要するに鈴を持って歩くとか、うんうんうん。あとこう手を叩くとか、うんうんうん。要するにクマも人に会いたくて会ってるわけじゃない。そうだね。っていうところでうんうんうんそのクマに今人が通ってるよっていうのを知らせるために、うん鈴をつけたり手を叩いたりするんだけど、なるほどね。やっぱりでもそういうクマがいましたっていう目撃情報があったりするんだって、そうするとやっぱりクマを優先して、じゃあしばらく、入れませんみたいになっちゃうんだよ、うん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 。だからそこのタイミングが難しいけど、うん比較的夏はヒグマが出没しやすいみたいなんでなんだろうね夏。やっぱ動くんじゃない、あったかいからそうね。クマはうんもろ冬は冬眠みたいなイメージがあるかああそっかそっか。ら、うんうんで夏活発に動くからうん出てきちゃうのかもしれないけど、うんうんでこのじゃあいざ歩くんだったら遊歩道ね、うん入り口を通ってうんルートが2コースぐらいあるの、うん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 ちょっとショートカットするようなタイプと、うんぐるっと回るようなタイプで、うん30分ぐらい変わるのかな多分、結構変わるよね。結構思った以上に変わるの、長い道、うんうんうん短い道でうんでどっちもすごいいいと思う、うん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 。で要するに知床5湖ってその中に5個湖があるの、うん割とちっちゃいんだけど規模はそんな、マシュー湖とかクッシャロ湖みたいなでっかい湖じゃないんだけど、うんちっちゃい湖が5個あるのね。うんでそこをくぐり抜けていくとこのねもうなんだろう横には海、右には山、うん。そして自分たちは草原の中にいるみたいな、すっごい場所があるのなんか不思議な感覚だったよね。あそこはね、う俺パワースポットだと思う、んうん本当に、うんうん。なんかもう立ってるだけでなんか吸収できるよね。そうそうそうなんかもう本当に自然と一つになれる場所ってっていうか、あそこはねなんか本当は別に紹介しなくても自分たちが楽しんでればいいだけぐらいに思っちゃうぐらいのパワースポットだとで思うも隠しておきたいみたいなねぐらいね本当は、うん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 ただもう世界自然遺産って言ってる時点で隠れてないけどねでもしたくなるんだよね。全然隠れてないけどそうしたくなるぐらい、それぐらいね知床5個は良かったから、今回紹介したうん北海道の旅の場所、うん全部いいんだけど、うんどうせ東側に行くんだったら、うん知床5個はおすすめでおす。すすめです。